はい、そうしましたらこんな感じで本体の方を仕上げていきました。はい、最初が3模様ですね。そして交互に編んで、そして元に戻って12345模様編んでこんな形にしています。最後ここ細編みを編んで終わっていますのでチェーンつなぎをしていきますね。はい、もう糸はカットしています。はい、とじ針の方にこのようにして通しますね。はい、そしたら最初のこの、はい、立ち上がり、細編みと鎖で立ち上がりをした目ですね。ここにこう前から後ろに針を入れて、そして今出ているところですね、ここへ戻します。はい、裏側の方へ入れていきます。こんな感じで自然になったかなと思います。あとは後ろにくぐらせていきます。はい、このぐらいまでね糸を、はい、内側の方へやっておこうと思います。心あたりまで裏地がつきますので、はい、裏地より下に糸端の方をやっていったらいいと思います。はい、そしたら糸をカット、5ミリから1センチぐらい残してカットをしたら、ライターでこの糸端の方を焼いて始末します。こんな感じですね。そしたらこれで本体の方が出来上がりになります。はい、今の時点で大きさの方をちょっと見ておきますね。メジャーはどこへ行ったのかな。ちょっとお尻のけてごらん。はい。端から端までが約34センチですね。中長編みのところから測りますね。この入れ口のところまでですね。はい、波になっている、上の方を測ります。で21センチぐらいになっていますね。はい、こんな感じでちょっとはい、この、中長編みのところから測りますね。だいたいはい、20センチ、ここのところ、約20センチになりますね。はい、こちら側の方も中長編みのところから測って11センチぐらいになってますね。はい、この大きさの方が内布をね作る時のサイズになりますので、どこかにね控えておきます。はい、そしたら持ち手をね作っていきます。はい、持ち手は今回このカバンハンドルという形で売られているものですね。こちらの方を使います。内側が11センチですね。ここに書いてある11センチっていうのはこの内側の、はい、内径になりますね。の外側を測ると12センチぐらいになっていますね。はい、これを使います。ここねこういう感じで継ぎ目があるんですね。ここね、ここに糸がね引っかかったり、このグッとこうなった時にここから糸が抜けたりしてはいけないので、ここをちょっとテープでね補強しようと思います。セロテープをこのつなぎ目の部分ですね、ここに、はい、巻いておきます。こういう形にしておきます。はい、そしたらこちらの方に細編みを編みつけていきます。糸端を少し残した状態にして、はい、結び目を作ります。はい、この状態から、はい、内側に針を入れて、そして細編みを編みます。こういう感じですね。はい、細編みを20目編んでいきます。1、2、3。はい、そしたらこんな感じで20目編んできました。はい、糸端を60センチぐらい残してカットをしておきます。そしたらこちらの糸をこう引き抜くんですけれど、はい、一回ここね目をしっかり締めた状態にして糸をここの輪っかの中にくぐらせて、そしてギュッと締めておきますね。はい、そしてこのつなぎ目ですね、これをこの編み地の中に隠してしまったら、はい、仕上がりが綺麗と思います。持ち手がこんな風になって、はい、こちら側が表の状態でこのようにつけていこうと思います。はい、
そしたら先に持ち手をつけてからでないと裏地をつけることができないので、持ち手をつけていきます。こことここが横ですね。横が3つです。そして反対側はこういうふうにしたらここですね。こことで3つ分なので、ここが横の面になりますね。前と後ろは12345個ずつ山ができています。そして横は3つですね。持ち手をつけるのはちょうど真ん中がこの2つですね。これとこれが真ん中になるので、こう2つ見えるぐらいにしたらいいかなと思います。あまりこう下の方につけてしまうとこの持ち手の幅がね狭くなってきますので、腕にかけれなかったり持ちにくかったりすると思いますので、このぐらいでいいかなと思います。山2つがこの、持ち手の穴から見えるぐらい、このぐらいにしておこうかなと思います。こういうクリップなどでね印をつけておきます。こんな感じですね。これが子供さんのね髪の毛にこう留めるかわいいグリップなんですけれど、この爪があるので編み地の方にこうかかるから割と便利に使えるかなと思います。入るところに入れますね。ここの端の目は力がかかりますので、何度か、通してねハムちゃん、ここはね力がかかりますので何回かこうね縫い付けておきます。糸を割らないように気をつけます。スッと通るところにね入れますね。このようにしてまた同じところへこう出すようにしてこんな感じにしますね。そしたら次は今こことこことが入っていますので、ここへ出しますね。そしてこっちへ戻ってっていう形で返し縫いをするようにしてつけていきます。ここですね。ここに入れて、そしてここですね。こっちへ戻って、そしてここへ進みますね。ちょっとやめなさい。そしてここへ行きますね。ここですね。そしてまた戻ってっていう形で、返し縫いをしながら進んでいきます。こうしたら次はここですね。糸を割らないように気をつけます。裏の方はね今もうどこ縫ってるかねわかんないですけれど、こんな感じで返し縫いで端まで縫っていきます。こんな感じで持ち手をこちらね両方つけました。糸端の方は裏へ回して内側ですね、こちらの方へ糸端を回して適当にくぐらせてから、スワン糸の処理ですね、ライターで炙って糸始末をするという形を毎回していきます。こんな感じで糸をくぐらせたら、こうカットをして炙って押さえて糸にね、くっつけるようにします。そして中の方いろいろね糸端残っていると思いますので、今と同じようにして糸始末をしておきます。そうしましたらちょっとこれ見にくいですけれど、内布のね、裁断をしていきたいと思います。編み上がった大きさの方が、今測った
数字ですね。ここが34センチ、そして深さが21センチ、底部分はこちらの長さが20センチとこの部分が11センチでしたね。中長編みの編んだ大きさになりますね。はい。これだけのサイズが確定しています。はい。ここは外側を測っていますので、内布は中につけますので、34センチのままの大きさにします。34センチから1センチ内側を縫ったらちょうど中にね収まるぐらいのサイズになります。はい、こちらを輪にした状態で、はい、裁断していきます。はい、なので全体の大きさとしたらこれの倍になってますね。34センチの倍で68センチあるっていうことになります。はい、で、入れ口の方は68センチですね。で、下の方はこの、底の部分の周りの大きさになりますね。なのでここが20センチ、20センチ、11センチ、11センチ。これを全部、はい、足し算したら62センチになります。入れ口の方の数字が68センチで、この下の部分は62センチになっていますので、はい、ちょっと差がありますね。その分をここのところでダーツを取って調節したいと思います。ここね、68センチ引く底の部分の合計が62センチなので、これからこれ引いた6センチ分が、はい、こうすぼまって底から見たらこう広がっていく形ですね。なのでここの部分でダーツを取って調節します。はい、3センチずつになりますね。6センチをこちらとこちらで3センチずつすぼめます。さらにここダーツにしますので2つに折れていますから 1.5 センチのダーツを取ったら3センチ縮まるっていうことになりますね。はい、こちらの方ここを縫ってから 1.5 センチ入ったところをダーツを取ったら、はい、この底の大きさになるっていうことになります。はい、で中心のところから20センチ、そしてここを5.5センチ、5.5センチの長さになったら、はい、ここの底の長さになっているっていうことになります。5.5 っていうのは11の半分の数ですね。そして底布にこのダーツを取ったものをぐるっと縫い付けていくっていう形にしていきます。でポケットをつける場合は先に、ポケットを布の方につけていきます。はい、裁断したものがこちらになります。ここを輪にした状態にしています。はい、全体の長さが34センチ、ここですね。そして34センチから内側に1センチ、はい、縫い代を取りました。深さの方は21センチに上2センチの縫い代、そして下1センチの縫い代を取っています。はい、底の部分が先ほど言ったようにここから 1.5 センチ入ったところ、ここですね、1.5 センチ入ったところ、そしてダーツを取るのはだいたい布の半分ぐらいのところからでいいと思います。全体の半分でいいかな。ここからこういうふうにダーツを取って長さの調節をします。こういう感じになりますね。ここから 1.5 入っています。でここが、はい、この 1.5 からここは約ね 5.5 ありますね。で真ん中のところはここからここまでは20センチになっています。はい、そしてはい、これが底になりますね。底は20センチ、ここね、ここから20センチの大きさに左右に1センチずつ縫い代を取っていますので全体では22センチになっています。はい、こちらの方は11センチに縫い代を1センチずつつけていますので全体では13センチになっています。そしてポケットですけれどこれはもうお好みでいいと思います。はい、布の関係上ね、私はこのぐらいのポケットにしました。はい、ポケットもこっちを輪にして使っています。なので17センチぐらいですね。17センチに1センチの縫い代で、深さの方が13センチに上下1センチの縫い代をつけています。はい、ポケットは開け口をこういくらか取ってここを縫ってこうぐるっと縫って角を
落としてここからこうひっくり返してポケットを作りますね。それを最初にこの表になる方ですね、内側ね、ここに、はい、お好みのところにポケットをまずこう縫い付けて、ここは開いてますね。縫い付けてから、そして今度こちらの方のここをまず縫って、そしてダーツをこことここのダーツを取って、そしてこの底の部分に底布をずっと縫っていくっていう形になります。はい、そしたら内布をこんな感じで縫ってきました。最初にポケットを作ったやつをこうずっとね縫っています。そして、脇の方をここですね縫って、そして 1.5 センチ内側をダーツを取っています。こちらの方もこうですね 1.5 センチダーツを取りました。そして底布の方に、はい、この印をつけながら半分にこうした中心とこっちの中心をこう印切り込みをつけてここと合わせながら、はい、ここは縫い目のところですね、はい、そしてここのところは曲がり角はね縫いにくいので、ここ切り込みを入れてね縫ってきました。こんな感じになります。で、ここのところねこういう風にこっちと同じように押さえてもよかったんですけれど、あまりにもこの糸端がこう出てくるほつれてくるので、ここちょっとロックでね押さえようと思います。なんかこの生地麻が入ってるようですごくこう出てくるんですね。なのでここの部分とそして底ですね、こちらの部分も、念のためね、ロックミシンをかけておこうと思います。そしたら今のところがどこだったかな、ここですね、ここケバケバしていたところを縫って、そして底の部分を全部ロックで押さえました。ちょっと、黒糸のままね、糸変えるの面倒だったのでこのまま、はい、黒でね縫ってしまいました。そしたらこれを、はい、そしたらこの内布をこのままこうスポッとね、はい、入れて、ここのところをこことここね、そして反対側も四隅ちょっと縫い留めてから、はい、つけた方がごそっと出てこなくていいと思いますので、そこの部分を留めます。内側の中長編みのところに留めていきたいと思います。もう適当でねいいと思います。この角のところですね。はい、そしたらこんな感じでここね4箇所縫ってきましたので、これを内側に入れてこんな感じにしますね。縫い付けていくんですけれど、はい、この真ん中が横の山のここの真ん中になりますね。で折り返しが2センチ、こういう感じで山の真ん中のこのぐらいでいいかなと思います。ですね。そしてここがまた真ん中ですね。これはこの持ち手の山2つの真ん中になりますね。ここが今のこの真ん中がここに来るようにします。こんな感じで先に真ん中を決めていって、ここは縫い目になっているので、はい、サイドの山の真ん中のところですね。そして2センチ折り返してこうですね。どうしても布はね伸びなくって編み地の方はこういうふうに伸びますので、ちょっと布が引きつるかなと思うんですけれど、
こういう風に、なじませながら、かがっていこうと思います。そうしましたらこんな感じで裏布をねつけてきました。ここのところをずっと、祭り縫いでつけています。そしたら次にここの部分の、フラップですね、これを作っていきたいと思います。編み図で説明します。こんな感じのものを作ろうと思います。長さの方はね、お好みなので目数の方で調節してもらったらと思います。最初はこのピンクのところ、これはスレッドコードで編んでいこうと思います。その方がここがね、しっかりしますので、こんな感じですね。ここの部分ですね、作り目の部分をスレッドコードで編んでいきます。スレッドコードを25目編みますね。ここから編み始めてここに来ます。そしたら鎖3目で立ち上がりを入れて、土台の目を作っていきます。次は鎖1を編んだら長編み、そして鎖2長編み、角の目をこう作りますね。この編み方はこの4箇所で同じことをしていきます。次からは長編み鎖長編みを入れていきます。最初はここの目にずっと入れていきましたので、次から123、4目目スレッドコードの4目目に長編み鎖長編みという形で、本体を編んだ時と同じように作り目をしていきます。同じことをずっと繰り返して、ここのカーブのところは、角のところはこうカーブしていきますので、1回編んで、そして角を鎖に編んで、同じことをして角を鎖2を編んで同じことをしてっていう形でぐるっとこうカーブします。ぐるっと回ってこちらの方に来ます。最初の、鎖編みの、立ち上がりの目ですね、そこに引き抜き編みをします。次の段に行きます。ここのスペースのところから編み始めますので、ちょっと戻る感じで細編みを1編みます。あとは今までと同じことになりますので、長編み5をこのスペースのところに入れていって、次のところは細編み、長編み5を編んで細編みっていう形でぐるっと1周回って、最初の細編みにチェーンつなぎをしておしまいになります。最後の糸を少し長めにしておいて、ここの部分を本体に縫い付けていきます。そして反対側の端ですね、こちらの方に、タッセルを作りたいと思います。こんな感じで、鎖の両端にタッセルをつけたものを作って、ここのスペースにくぐらせてっていう形でつけていきます。お好みですけれど、鎖35目ぐらいを編んだら、編み始めと編み終わりをちょっと長めに残してタッセルを作って、その、残しておいた糸でここを縛って、タッセル両端に作りますね。タッセルは10センチぐらいの厚紙にだいたい25回ぐらい巻いて作っていきたいと思います。60センチぐらい糸端の方を取っておいて、ここからスレッドコードを編んでいきます。糸の後ろからかぎ針を当てて結び目を作ります。残しておいた糸端を手前から向こうにかけて鎖編みを編みます。引っ掛けて鎖、引っ掛けて鎖っていう形で25目ね編んでいきます。スレッドコードを25目編んできました。次から長編みを編んでいきます。スレッドコードに入れる目ですけれど、今こう編んできてここに目ができているんですけれど、この目ですね、ここに、入れていくようにしますので、こう編んでますけれど、こう倒したここの目ですね、ハの字になった目に入れていきます。立ち上がりは鎖3ですね。鎖3目を入れたらさらに鎖1を編みます。鎖の3目目に印をつけておきます。鎖を1編んだら糸をかけて入れるのはこのハの字になった鎖目ですね。こちら側ではなくてここに針を入れて長編みを編みます。ここが先端の V の字になります。角を編みますので鎖をここは2目編みます。そして糸をかけて同じところに入れます。長編み鎖
長編みと編んでいきます。次はこの鎖目を拾っていきます。はい、糸をかけて123、4目目ですね。はい、裏の目もすくって4目目に長編み鎖長編みという形で V の字を作っていきます。こんな感じですね。はい、123、4目目、ここに V の字です。鎖長編み、はい、こんな感じで端までいきます。はい、こんな感じで、はい、V の字を編んできました。はい、端の目を編んでいきます。糸をかけて123、4目目ですね。ここに針を入れて長編みをまず編みます。はい、長編みを1編んで鎖を1、そして同じ目に長編みを編みます。はい、そして次が角になりますので鎖を2編んで、そして同じ目に入れます。長編み鎖、はい、同じ目に入れて長編みですね。はい、反対側の角を編みますので鎖2を編んでから同じ目に長編みを編みます。はい、長編みを編んで鎖を1編んで同じ目に長編みを編みます。はい、こんな感じで角は V の字を3つ作るんですけれど、ここの部分は角になりますので鎖を2目編んでいます。こんな感じですね。はい、そしたら反対側を編んでいきますので、次はもう、こちら側で編んだ同じ目ですね。ここに針を入れて長編み鎖長編みっていう編み方を、はい、端までしていきます。はい、こんな感じで反対側を編んできました。はい、角のところに行きます。糸をかけてまず長編み鎖長編みをよいしょ、はい、長編みを編んでから最後は鎖2を編んで、そしてこの印の目ですね、ここに引き抜き編みをします。はい、こんな感じになります。はい、そしたら、長編みを編んでいきます。はい、編み始めをこちらのスペースのところから編みたいので、こう戻るような感じにして糸を取ってきて細編みを編んでおきます。そして糸をかけて次のスペースに長編みを5目編んでいきます。本体を編んだ時と同じ編み方になります。2、3、4、5ですね。はい、長編み5を編んだら、はい、次はここに鎖2の、はい、目がありますので、ここへ細編みを編みます。はい、そしてその次のスペースのところは長編み5を編むっていう形になります。2、3、4、5ですね。長編み5を編んだら次の、はい、V の字のところは細編み、そして次は長編みという形でぐるっと回ります。で、角のところはここと同じように、はい、この鎖2のスペースのところに細編みを編んで、そしてこのてっぺんのところに、長編み5を編んでこのスペースのところに細編みっていう形で、はい、先端部分を編んだらこちらへ戻ってきます。そしたらこんな感じでぐるっと回ってきて最後ですね。はい、長編み5を編んでここに引き抜き編みをするんですけれど、チェーンつなぎでつないでいきます。糸端の方は閉じる分を残しますので少し長めにカットをします。はい、引き抜いて、そして閉じ針に通しますね。はい、編み始めがここ、細編みの目がここにありますのでこの目に入れます。糸を割らないようにしますね。はいはい、そして今出ているところですね、ここに戻って後ろへ回します。はい、鎖が自然につながっていると思います。あとは後ろにくぐらせていきます。でこの糸で、本体に縫い付けますので、この山一つこっちぐらいまでこの糸を持っていきます。糸をくぐらせながら少し戻るようにして
この辺りに出しておきます。ここですね、ここからこういう風につないでいって、こちらの山のこの目ぐらいまでねつないだらいいかなと思います。はい、そしたらこの糸端裏の部分ですね、編み始めの糸端はこういう風にして、はい、スワン糸の糸始末をしておきます。はい、そしたら本体の方に取り付けていくんですけれど、はい、縫えるのはこの部分だけになりますので、こっちへ、はい、糸が渡ると縫えなくなってしまいますので、うまくこうすくって縫えればそれでいいんですけれど、はい、突き刺してしまおうと思ったらこの上の部分しかできないので、そこら辺は工夫してもらったらと思います。このちょっと上あたりですかね、こんな感じにして止めておいて、そして今こっちに出ているので後ろに回して、そして通るところね、はい、出します。そしてまた通せるところから出してきて、縫うようにね入れていったらいいかなと思います。ここは持ち手ではないのでそんなにしっかりついてなくても大丈夫かなと思いますので、はい、通るところに刺しながらこういう感じで、そしたらこんな感じでここを縫い付けて、はい、こういう風に、はい、こうね渡るようにしました。少しこういう感じにして渡っていると中身が、はい、丸見えになるのが防げるかなと思います。でこれは重みがありませんので、はい、ここに、タッセルをつけて、重しにねしたいと思います。はい、25センチぐらい残したところから、はい、鎖編みを編んでいきます。はい、でこの長さもお好みなんですけれど感じになりますので、ここねタッセルからタッセルまでが20センチから25センチまでの間でいいのかなと思います。はい、123 123430目、30目から35目ぐらいまでねちょっと長さを見ながら編んでいきます。はい、そしたら40目編んできました。はい、40目編んで長さの方が21センチぐらいになってますね。こっちよりだいぶ編み目がきついのでこれゆるく編んでますのでね、35目だったんですけれどちょっときつく編んだので、40目編んできました。はい、これでいこうと思います。はい、こちらの糸端の方もカット、ちょっと長めにカットしておきます。こんな感じですね。はい、台紙の方ですね、ここの幅が10センチです。はい、10センチの厚紙に大きさもねお好みなんですけれど25回ぐらいでいいかなと思います。123、はい、25回巻いてきました。そしたら糸をカットして、そしてここを先ほどのこれですね、これで縛ります。ちょっと抜きますね。はい、ここに入れて、そして2回巻きますね。このギリギリのところに結び目が来るようにして、はい、肩結びをします。ここですね、ここにあまり隙間がないように気をつけて結びます。こんな感じですね。はい、でこれはあと
鎖編みの中に入れて糸始末をします。こんなに長くいらなかったですね。そしたらこんな感じになったものをこういう風に縛っててるてる坊主のようにしますね。はい、糸端、はい、60センチぐらいカットしています。はい、輪っかにこのようにしますね。こう輪にしたらてるてる坊主のこの、はい、糸をねちょっと整えてあげて、この境目のところですね、ここにこのように輪っかを下向けておいて、そしてこの長い方ですね、長い方をここに巻きつけていきます。このようにしますね。そしてぎゅっと縛りながら、はい、巻いていきます。はい、このぐらいでいいでしょうかね。はい、ぐっと固く巻いたら、この輪っかのところにこの糸端を上から下に通します。はい、絡ませるようにしてこのように通しますね。そしたらこの上にある糸ですね、これを引っ張っていきます。はい、引っ張ってこのくるくる巻いている中に入り込むようにします。巻きつけている中にねこう入り込むようにします。あんまりぐっと引っ張りすぎるとここ上から飛び出てきますので、はい、ある程度入ったらこれで糸始末をします。はい、通してこの辺りですね、ここの穴の中に通して、そしてもう一回ぐらいどこか、はい、くぐらせて、そしてカットしておきます。こんな感じですね。はい、あと見えないようにねちょっと手でぐるぐるっとしてあげます。はい、で長い方の糸端はこのタッセルの長さに合わせてもらったらいいと思います。あとこれをカットします。はい、輪になっているところをカットしますね。どんな紙でもいいですので、こういうふうにくるくるっと巻いてあげて、そしてこれをずっと引っ張ってまっすぐにしたところですね。短い糸に合わせてもらったらいいんですけれど、そしてカットします。こんな感じですね。はい、そしたらだいたいまっすぐになりますね。あとスワン糸はポロポロいっぱい落ちてきますので、こちらの方も面倒ですけれど、はい、先端部分を焼いていたらいいと思います。はい、こんな感じですね。はい、こういう風にしているとほつれてこないのでいいと思います。はい、そしたら、はい、この糸端はこの鎖編みの中にね入れてしまいます。はい、適当にくぐらせて、そしてカットをしてここを焼いておきますね。はい、こんな感じで糸始末をします。はい、そしたら反対側も同じようにしていきます。はい、そうしましたら、はい、両方ねタッセルをつけました。そしてこれをここのところにですねつけていきます。はい、このスペースのところですね、ここに通して、そしてタッセルをくぐらせますね。こんな感じになります。はい、少し重みがあることで、はい、こう外れにくくなるかなと思います。はい、こんな感じで出来上がりです。中はこんな風になっています。今回はこんな感じでダイソーの底板ですね、それに、はい、こういう金具底鋲をつけて、はい、
底にしましたね。スワン糸でジャーマンシェルステッチを編んでバッグに仕立てていきました。はい、持ち手の方はダイソーの、はい、金具になります。こんな感じですね。はい、こちらで出来上がりです。よかったら参考にして編んでみてください。長い動画にお付き合いいただいてありがとうございました。途中何度もね、この子が乱入していますけれど、はい、優しい目で見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。